ドラゴンの72分の1スケールミグ15ファゴットの仮組みを行います。ミグ15、朝鮮戦争で活躍したジェット戦闘機ね。そうそう、今回のミグ15は JI2 と表記されている。 JI2？ ミグ15の中国での呼び方なのかな。中国の戦闘機は J から始まるので戦歴2のことね。そうそう、とはいえ戦歴2だと引きがないのでミグ15としました。中国の戦歴2はソ連からの供与、もともとはミグ15なので問題ないですね。開発もしてないしライセンス生産でもないのに独自の名前を付けるとこがずうずうしいけども、今回はドラゴンのキットなのですね。そうそう、香港のプラモデルメーカー長谷川と提携していたので日本でもおなじみかと思います。今回のキットにも長谷川のシールが貼られていますね。これも駄菓子屋で買ったキットなので一応新品なのですが何年在庫だったのか。それでミグ15ですね。こちらの機体を教えていただけますか？ミグ15は旧ソ連が開発したジェット戦闘機。ドイツから得た技術をもとに交代翼を採用した戦闘機。エンジンはロールスロイスのエンジンを参考にしているので、開発者であるミコヤン氏がロールスロイス技術者とビリヤードで勝利した報酬でジェットエンジンのサンプルを入手したとか。さらに靴底にそぎくずを吸着させてタービンブレードの合金を分析したとか。ただの産業スパイですね。そんなこんなで初飛行は1947年。1万5000機以上も生産され旧東側諸国や第三世界諸国で採用された。ファゴットは NATO のコードネームのようだけど、初陣はいつなのかしら。1945年から開始された第二次国境内戦で中国共産党側の八路軍にミグ15が供与された。人民解放軍の前身ってわけね。ミグ15の初飛行が1947年なので供与されたのは内戦後期かな。初飛行から短期間で量産入り供与と進んだので、1950年の4月に国民党軍の P38 を撃墜したのが初戦果らしいです。太平洋で猛威を振るった P38 もジェット戦闘機相手だとかなわなかったわけね。さらに1950年6月から朝鮮戦争が始まった。東アジアが共産圏に飲み込まれそうね。1950年10月に中国義勇軍が参加。ミグ15が応力港を越えてくるようになり国連軍の制空権が揺らぎ始めた。実際には人民解放軍のミグ15ね。ソ連のパイロットも参加していたみたいですね。日本を苦しめた B29 も多数撃墜されたみたいです。国連軍は P80 に代わって F86 を投入するわけね。交代翼を採用したジェット戦闘機同士の空中戦が行われたわけです。なるほどね。1万5000機も作られた戦闘機なのでいろいろなメーカーから出ているのでしょうね。有名どころに絞ってご紹介します。お願いします。まずはエアフィックスからで1958年に発売されたみたい。袋キットの頃ね。続いて1960年代のどこかで日東からも出ている。かつてあった日本のプラモデルメーカーね。1978年にエアフィックスからの OEM で MPC から1979年に KP モデルズからも出ている。 KP モデルズはチェコのメーカーね。そして1993年に今回紹介するドラゴンから出た。同年イタレリに OEM されて2019年にはズベズダにも OEM されている。本場のメーカーに OEM されてたのね。1990年代のどこかでコプロからも出ている。こちらは KP モデルズと同じですね。同じ頃にイースタンエクスプレスからも出ていますね。2002年にはホビークラフトカナダからも出ていて2008年には複座型ながらホビーボスからも出ている。ふむふむ。2012年と2013年にエデュアルドからも出ている。こちらが決定版となるのかな。金型が違うの？詳細は分かりませんが2012年のキットはワンピースキャノピーですが2013年以降は分割キャノピーになっています。こちらは日本のプラッツや韓国のアカデミーに OEM されてますね。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは万里の長城を背景に飛ぶミグ15なのだ。国籍は人民解放軍ね。迷彩塗装が特徴的ね。では中身を開けていくのだ。グレーのランナーが2枚、透明パーツが1枚、デカール、組み立て説明書なのだ。塗装図、マーキングは6種類。人民解放空軍機、北朝鮮空軍機、アルバニア空軍機、中国義勇軍機で機番号08、中国義勇軍機で機番号2249、エジプト空軍機となる。なるほど。部品点数は43点。ジェット戦闘機と考えると部品数は少ないわね。ではドラゴンの72分の1スケール
ミグ15ファゴットの仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で4パーツ。豪華なバスタブに座席、ケーキパネルと操縦桿なのだ。ケーキパネルはモールド表現ね。細かく塗り分け指示があります。パイロットはついてませんね。ついてません。バスタブとはいえ豪華なので大丈夫そうです。次はエンジンですね。と言ってもエンジンノズルのみ。切り出して終了ね。次は主翼と胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。操縦席と前脚庫、キャノピーの袴部分、エンジンノズルなどを挟み込んで接着。キャノピーの袴は接着しないのね。キャノピーの開閉ギミックとなるようです。重りも必要そうね。位置は特殊で操縦席後方に配置となっている。重さの指定は特になし。都度調整ですね。当然操縦席も胴体内側も先に塗装を済ませた方がいいのだ。左右貼り合わせ後に接着するパーツもあるのね。エアインテーク口を取り付けるのだ。2パーツ構成となっている。胴体のモールドはどうでしょうか。オモールドオーリベットとなる。シャープさはある細いモールドかな。軽く彫り直した方がいいかもね。主翼はどうでしょうか。主翼は左右それぞれで2パーツずつ貼り合わせて終了なのだ。主翼のモールドはどうでしょうか。こちらもオモールドオーリベットとなる。こちらも軽く彫り直した方がいいかな。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む簡単な構造。ここはいつもの通りね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーは分割となっているので操縦席の開閉選択ができる。透明度は問題なさそうね。問題なしです。次は足回りですね。まずは左右主脚。主脚は左右それぞれで4パーツ構成。タイヤとカバー、試脚の構成ね。カバーは一体となっているので3パーツに分割する必要があります。デザインナイフなどで分割するのね。主脚につけなかった分は胴体に接着するのだ。次は前脚ですね。前脚は3パーツ構成となっている。こちらも胴体に接着するカバーがあるのだ。なるほどね。続いて武装などの取り付け。皮脂仮面に 23mm 機関砲を2門と 37mm 機関砲を1門接着ね。最後はアクセサリーなのだ。ふむふむ。アクセサリーは左右主翼下に増装が取り付けられる。増装は上下分割ね。最後に総評なのだ。今回はドラゴンの72分の1スケールミグ15ファゴットの仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか。1990年代前半に発売された飛行機キットとなる。表面のオーリベットに驚かされます。表面処理が難しそうね。モールドは全てオモールド。シャープではあるけども細くて浅いモールドなのかな。いずれにしても処理が必要そうね。タガネで一度なぞれば安心できそうです。なるほどね。透明部分も癖のある仕様かな。後部透明パーツは袴部分が別パーツとなっている。そのせいで透明部分にゲートがある。白化しちゃいそうね。はい、させました。本来はアンダーゲートの方が嬉しいかな。なるほどね。その他は部品点数も少なく簡単に形となります。 OEM で他メーカーからも出ているのは納得です。今だとエデュアルドの商品を選ぶのがいいのかしら。エデュアルドはキャノピーマスクやカラーエッチングがついてたりしますからね。エディションによりますけどね。ではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。